じゃん。VR チャットを Unity でアバター軽量化。でも今日は軽量化の解説じゃありません。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルコーヒーです。これまで私は VR チャットの解説動画はアバターの軽量化を、中心に7本ぐらいかな、配信させていただいております。皆様のお役に立っていたら嬉しいなと思っています。今日はアバター軽量化のお話じゃないところなんですけども、自分の備忘録として、それから結構分かりにくいポイントがあって理解するのに時間がかかったので、せっかく理解できたんだったら皆さんに共有をしたいなという思いで今日の動画を回しております。何をやっていくかというと、髪型の切り替えをやっていくというテーマでオブジェクトトグルという機能をご紹介していきます。例えばこれはラッシュ社のデフォルトのロングヘアです。そしてこちらは、ラッシュ社のショートのヘアスタイル。そしてこれは独自に導入した別な髪型です。こういったものを VR チャットの中で気軽に切り替えて、みんなに見てもらうようにしたいというニーズがありまして、これを解決したというところです。これちょっとね見えるかなと思ってエクスプレッションメニューを表示してみました。はい、こんな風になってます。で、このエクスプレッションメニューから、これをピッと下を切り替えてあげると髪型が変わる。ピッと切り替えてあげると髪型が変わるということをやってます。で、このスティック操作一つで髪型が変わるので大変便利ですね。メニューの作り方みたいなものはいろんなもの方法論があるのかなと思うんですけども、今回ご紹介するのはモジュラーアバター。皆さんね、お洋服を着せたりするのに使っている BD さんが作ってくれているコンポーネントですけども、このモジュラーアバターの、メニューアイテム、メニューインストーラーというものを使ってエクスプレッションメニュー、ここに皆さんには見えていないんですが、この丸いやつね、ラジアルメニューとか言ったりしますけども、エクスプレッションメニューの切り替えでこの髪型を VR チャット内でその場で切り替えていこうということです。そしてこのモジュラーアバターにはリアクティブコンポーネントと呼ばれる機能がいくつも入ってまして、その中のオブジェクトトグルという機能を使うと、このオブジェクトをトグル、オンオフ切り替えするということができるので、オブジェクトトグルというものの組み合わせで、この髪型変更をやっていくということになります。そしてこのパッパと髪が切り替わりますけども、これは奈良坂さんが作ってくれているアバターパラメーターズドライバーというものを使って、先ほどのメニューアイテム、それからオブジェクトトグルと組み合わせることで排他的にワンクリック、ワンプッシュ、ワン切り替えで髪型とその他の条件を切り替えていく、その他の条件を上書きしていくということを実現しています。今日はこの髪型変更というテーマを使って、そのモジュラーアバターのメニューアイテム、メニューインストーラー、モジュラーアバターのオブジェクトトグルをはじめとするリアクティブコンポーネント群、そして奈良坂さんのアバターパラメーターズドライバーの使い方を解説していきます。それではゴーグルを取ってユニティに行って解説をしていきます。はい、それではユニティで実際に解説をしながらやっていきたいと思います。これが今私がいつも使っている改変しているラッシュ社です。で、髪型がですね、フローブレイドシンラという髪を、つけています。シンラちゃん用の髪をね、ラッシュ社に入れているということになっております。で、今日はその MA メニューアイテムとか MA オブジェクトトグルを使って複数の紙を切り替えていこうということのご説明になります。前提になるツールをご紹介しますが、もう皆さんご存知、モジュラーアバターですね。BD さんが作ってくれているこのモジュラーアバターが必須のツールになりますので、ぜひ皆さん導入をしておいてください。さらにアバターパラメーターズドライバー、こちら奈良坂さんが作ってくれているものですけども、アバターパラメーターズドライバーも必要になりますので、この2つのツールが必要になっています。導入をしておいてください。で、それが終わった状態で、今この状態です。通常はこのフローブレイドシンラというものを使って髪型、指定しているんですけども、その他にもですね、標準の、ロングヘアのもの、
それからダウンロードコンテンツの、ショートヘアのバージョン、この2つのバージョンがありますので、ロング、ショート、そしてフローブレイドの3つの切り替えをやっていきたいと思います。最初の条件としては、使用する髪型は全部一旦オンの状態で改変を進めていきたいと思います。ヘアロング、ヘアメインもタグはエディターオンリーではなくてアンタグ。そしてこのチェック、これは見た目だけの問題ですけども、見える状態になっていることが前提です。ヘアメニュー改変についても、アンタグでは、エディターオンリーではなくてアンタグの状態、そして、見えている状態にしておきましょう。通常使っているフローブレードシンラも同じようにアンタグ、見えている状態になっています。この状態がスタート地点です。ヒエラルキー上からアバタールート、このアバターの一番上をクリックしまして、右クリックからモジュラーアバターというメニューを開きます。このモジュラーアバターの中にあるクリエイトトグルというものがあるので、こちらを押しましょう。そうすると、ヒエラルキー上の一番下にニュートグルというオブジェクトが作られました。最初から MA オブジェクトトグル、MA メニューアイテム、MA メニューインストーラーの3つのコンポーネントがついています。今回の場合はこの MA オブジェクトトグルを必要ありませんので、一旦ここで Remove コンポーネント。一番上の階層、このニュートグルというゲームオブジェクトの中にはメニューアイテムとメニューインストーラーが入っているというのが正解になります。まずこれを分かりやすい名前に変えていきましょう。この、ニュートグルというのはエクスプレッションメニュー、ラジアルメニュー、丸いメニューですね。丸いメニューの中の、グループの一つになっていきます。名前を分かりやすくですね、ヘアチェンジという形にしておきたいと思います。これは任意です。何でも構いません。そしてメニューアイテムのところ、タイプという選択項目があるんですが、このタイプのトグルをサブメニューに切り替えましょう。はい、これでひとまずの設定は OK です。ヘアチェンジのオブジェクトを左クリックして選択状態にしてから右クリックで Create Empty。ヘアチェンジの下にゲームオブジェクト、新しいオブジェクトを作ります。ここ右側インスペクターの中から Add コンポーネント。検索窓に MA と打ちますとモジュラーアバターのコンポーネント群が表示されます。この中からメニューアイテム、そしてもう一度 Add コンポーネント MA を検索してオブジェクトトグル、この2つを導入します。どういう構造かと言いますと、このヘアチェンジというエクスプレッションメニューの中のグループの中に一つメニュー項目、オンオフができるメニュー項目を作ったというのが現状、この段階の現状になります。ゲームオブジェクトを名前をリネームで変更していきますけども、例えば、ヘアロングとしましょう。ヘアロングとします。そうするとこのメニューアイテムの、表示名、メニューアイテムの表示名もヘアロングに切り替わるんですね。タイプはここはトグルのままで大丈夫です。MA オブジェクトトグルの設定を進めていきます。リスト is empty とありますが、ここでプラスボタンを1回、もう1回、2つスロットを作ります。なぜ2つのスロットを作るかというと、ヘアロングはヘアロングとヘアメインという2つのオブジェクトに分かれているからです。このロングとメインを同じように1回の切り替えで扱いたいので、MA オブジェクトトグルのスロットを2つ作りました。ヒエラルキーから、この MA オブジェクトトグルにロングとメインをそれぞれドラッグ&ドロップします。これで最初の設定は OK です。このままですね、ヘアロングというオブジェクトをもう一回クリックをして、右クリックをしてからですね、デュプリケート、同じゲームオブジェクトを複製します。もう一回しておきましょう。これで、3つのオブジェクトがありましたね。ヘアロング1、カッコ1を選択をして、これをリネームします。例えば、ショート。ね。そうすると、インスペクターの中の表示名も切り替わります。ヘアロング、ヘアメインが残った状態ですが、
ここのスロット1つ必要ありませんので、マイナスボタンで減らしておきましょう。で、1つのスロットだけがある状態になったところで、こちらショートね、ダウンロードコンテンツ1ヘアメニュー改変というのがショートヘアのオブジェクトになります。これ展開をすると中に実際の、オブジェクトが入ってるわけなんですけども、こちら、この全体で構いません。全体をオンオフしていきます。ヘアショートを押して、ここにドラッグ&ドロップでスロットに登録をします。もうここまで来ると同じことの繰り返しですね。ヘアロング、2の名前を変えていきます。ここではフローブレイドというふうにしておきましょう。もちろんメニューアイテムの名前も切り替わります。トグルのままで大丈夫です。ここも、スロットは1つで十分ですので、1回マイナスにして消しておいてから、フローブレイドシンラーをドラッグ&ドロップ。もうこんなに短期間の間で一応メニュー構造がここに構築できました。モジュラーアバターメニューアイテムを使ったメニュー化っていうのは、こういうふうにヒエラルキー上で視覚的にそのメニュー構造を見ることができるというのが大変便利です。で、ヘアチェンジ、親の方のオブジェクトですね。ここはサブメニューに切り替えています。サブメニューに切り替わっていると、このコーメニューですね。ヘアチェンジのオブジェクトの中にあるオブジェクトは自動的にメニュー項目として表示されるようになっています。便利です。とても便利です。この状態で一回プレイモードに入ってみましょう。スタートから本当にわずかな時間でヘアチェンジ、ヘアロング、ヘアショート、ヘアフローブレードという4つのゲームオブジェクトを作って、それぞれに必要に応じて、モジュラーアバター、メニューアイテム、メニューインストーラー、そしてオブジェクトトグルを設定したという段階です。ヒエラルキー上からジェスチャーマネージャーを選択してインスペクターを切り替え、ラジアルメニューのエクスプレッションズを開いてみると、もうここにメニューが表示されています。これをクリックすると3つのメニューアイテムが表示されてますね。ヘアロング、ヘアショート、フローブレード。どれもオフの状態。スイッチとしてはオフの状態。有効化されてない状態です。画面を見ると不思議ですけども、全部が重なった状態で見えているという形になります。ここでこのヘアロングをオンにすると、ここを見ていただくと分かるんですが、ここですね。ラジアルメニューのヘアロングがオフの状態で、ヘアロングというヘアメニューというこの髪型、ロングの髪型のオブジェクトは有効化されているってことです。で、これがオンになると無効化される。ヘアショートも被ってるんでちょっと分かりにくいですけども、メニューがオフの時には、ショートヘアがオン、有効化されているってことですね。で、これをメニューをオンにするとショートヘアが無効化されます。なので、ちょっとスイッチの挙動が我々の感覚と実際に起こっていることが反転しているということが確認できました。そしてこのヘアフローブレイド、これもスイッチをオンにすると髪がオフになると言いたいところなんですが、ここはオフになりません。ここ一つ引っかかりポイントなので、ぜひ覚えておいていただきたいんですが、これはモジュラーアバターではなくて、アバターオプティマイザーの挙動によるものです。私はもうこのアバターをミディアムに合理化していますので、ここですね、マージスキンドメッシュヘアというオブジェクトを作っていて、その中で AAO マージスキンドメッシュというものを実行しています。これは何かというと、このフローブレイドシンラというもののオブジェクト、これですね、この一個一個にスキンドメッシュがセットされてるんですが、そのスキンドメッシュを一個に統合してくれるっていう合理化をしているわけです。ただこの AAO マージスキンドメッシュは合理化を行うと、VR チャット上でオンオフというものができなくなるという、弊害があります。これはバグとかではなくて仕様なんですが、なのでもし VR チャット上でオンオフしたいオブジェクトがあれば、マージスキンドメッシュを行っていない
という前提が一つ生まれますので、あれなんでか知らないけどうまく動かないかなと思った時には、このアバターオプティマイザーマージスキンドメッシュが設定されていないかどうかの確認をしてみましょう。ここではマージスキンドメッシュを設定したオブジェクト全体をエディターオンリーにして、これチェックは関係ないや。エディターオンリーにすることで、今の、状況を回避していきます。先ほどからアバターオプティマイザーマージスキンドメッシュをオフにしただけの変化を見ていきたいと思います。はい、プレイモードに入り、ヒエラルキーからジェスチャーマネージャーを選択し、インスペクターからラジアルメニュー、ヘアチェンジに行って、先ほど無効化できなかったヘアフローブレードをオンにしてみます。オンにすると、このゲームオブジェクトが無効化されるはずです。ピッ。はい。ちょっとかわいそうですけども、ハゲチャビになりましたが、これで、ちゃんと3つの髪型がそれぞれオンオフできる状態を確認することができました。はい、エディットモードに戻ります。はい。で、今あったそのボタンが人間の感覚からすると不自然というところも含めて、モジュラーアバターのこのオブジェクトトグルについての注意点みたいなことを BD さんが指摘をしているので、それをもう勉強していきましょう。VR チャットは自分の条件に影響を受けてるか、相手の条件に影響を受けるかは分かりませんが、アバターが思った通りの挙動をしない場合がありますね。時々あるなんか読み込みエラーみたいなもの、あるいは動機ずれみたいなもの、そういったものがあります。今回は髪型ですから、髪型が見えなくなっても、こうやって見えなくなったとしても、つるっぱげで頭が見えちゃうだけなので、特にこうセンシティブな問題は生まれませんが、例えばこのシャツをオンオフして別なお洋服に切り替えたいとか言った時に、うまく動機が取れていないと裸が見えてしまう、下着姿が見えてしまうなんていう事故が起こりかねません。ということがあるので、切り替えをする対象のオブジェクトがもし動機ずれとかで期待する挙動をしなかった場合でも表示されているべきなのか表示されていないべきなのかによってこのデフォルトのオンオフを切り替えましょう、考えましょうということを言っています。で、私の場合はあまりとこは深く考えずに、切り替えるアイテムは全部オンの状態を基本に今のところ考えています。なので3つともオンです。で、これを理解してもらった上で次、この MA オブジェクトトグルについてですけども、これはどういう動作を行っているかというと、メニューアイテムとして条件を満たした場合に、このヘアロングに対してオフにしなさいよっていう指令を送っています。メニューアイテムとして条件を満たしたときにヘアメインに対してオフにしなさいよというものを送っています。なので、ロードされたあたりからの流れを簡単に追っていくと、まず VR チャットにこのアバターがロードされます。ロードされるとヘアロング、ヘアメイン、そしてショートカット、そしてこのフローブレードすべてがオンの状態でアバターの読み込みが行われます。全部の紙が重なって見えている状態。その状態からメニューアイテムがオンになっていないので、ヘアロング、ヘアメインに対するオフという指令が実行されていません。いいですね。なので、先ほどのように被った状態で表示されます。これをどういうふうに扱うかというと、メニューアイテムがオンの状態ならば、MA オブジェクトトグルはこの動作を実行するという仕組みになっていますので、この条件を反転してあげるということになります。つまり、メニューアイテムが選択されていない状態であれば、MA オブジェクトトグルを実行しなさいということです。そこで出てくるのがこの条件を反転という設定になります。ね、これなんでこれほど時間を割いて説明しているかというと、この条件を反転って一体何だろうってものすごく悩んだんです、私個人が。
なのできっと皆さんも引っかかるのかなと思ったので説明です。メニューアイテムがオンの時に実行されるのが MA オブジェクトトグルです。実行される内容はここに設定されている通りです。私たちはヘアロングメインをデフォルトでオンのままで VL チャットにアップロードしますから、それが、MA オブジェクトトグルでオフにされるというコントロールを行います。ただしメニューアイテムはデフォルトでオフの状態になっていますから、オフの状態でこのヘアロングメインに対するオフが発動してほしい。つまりヘアロングとメインを無効化してほしい。そのためにはメニューアイテムが選択されていないオフの状態で MA オブジェクトトグルを発動しなければならない。それを実現するためのこの条件を反転ということです。もう今クリックした段階で紙が消えたのが分かりましたね。これはプレビューが効いているからなんですけども、モジュラーアバターの MA メニューアイテムが選択されていない状態なので、ヘアロング、ヘアメインに対するオフというコマンドが実行されましたということになります。ショートも同じように。これを押すと消えてくれます。フローブレードも同じように。条件を反転すると消えてくれます。これで全てのオブジェクトオフの状態のままで、このヘアロングメインをオフにするというプログラムが実行されているし、ヘアショートの DLC1 ヘアメニュー改変というオブジェクトがオフになりますよというコマンドが実行されていますし、ヘアフローブレードのフローブレードシンラというオブジェクトがオフに無効化されますよというコマンドが実行されているということになっています。はい。でもこのままだと困っちゃうわけですね。ハゲチャビンなので、どれか1個をデフォルトでオンにしてあげてください。この初期設定にするというのが、そのデフォルトでオンになるメニューを選択するものです。いくつでも設定できます。ただデフォルトでオンなのかデフォルトでオフなのかを選択しているだけです。ただややこしいので、ここではいつもの私のフローブレードをオンにしておきます。デフォルトでオンにしておきます。ここまでで確認をしましょう。はい、プレイモードに入ってヒエラルキーからジェスチャーマネージャーを選択し、インスペクターのラジアルメニュー、エクスプレッションメニューからヘアチェンジを選択すると、初期設定でオンになっているヘアフローブレードがオンの状態になっています。ただし条件を判定していますから、オンの時にはオフにするっていうコマンドは実行されていません。オフになっている時には、オフにするというコマンドが実行されています。ややこしい。これね、押すとオンになると表示、ここはロングとメインの表示が有効化されますね。オフになるとロングとメインの表示が無効化されます。ヘアショートがオンになると DLC1 ヘアメニュー改変が有効化されますし、オフになると無効化されます。同じようにフローブレードもオンの状態だと有効化されてますし、オフにすると無効化されます。ということで、メニューと実際が私たちの感覚に近い制御で行われているようになりました。ここまで大丈夫でしょうか？ちょっと待ってよというね、大丈夫でしょうかじゃないでしょっていうね、今はこの複数が選択できるし、なんならハゲチャビになっちゃうという状態があって、髪型を改変しようと思ったら、次の髪型をオンにして前の髪型をオフにするという2つの動作でようやく実現されるということになって大変にめんどくさいです。この状態を解決していきます。MA メニューアイテムのところをもう一度確認をしていきます。これ一個一個がメニュー項目ですね。ここにあるメニュー項目です。注目していただきたいのは今度はここパラメータ名と呼ばれるところ、空欄になっています。実は MA メニューアイテムは例えばヘアロングというメニュー項目に対して任意にパラメータ名を、設定してあげることができるんです。レイヤーとかパラメータとかってね、別なアニメーターでしたっけ？アニメーターの中でこういうレイヤーとかパラメータというものを触ることなくですね、こういったことを意識することなく、このメニューアイテムのここで独自のパラメータ名を付与してあげることができます。ここではヘアチェンジとしてこれをロングというパラメータ名を設定してみましょう。
同じようにヘアチェンジのショート、そして、ヘアチェンジのフローとしましょうかね。この3つを選定します。で、これはあくまでもメニュー項目のオン・オフを制御するためのパラメータになります。これが効いてきます。そのまま下にスクロールダウンしていただいて、アドコンポーネントをクリック。検索までにパラッと打っていただきますと、この丸に三角印、アバターパラメーターズ、この後見えてませんが、アバターパラメーターズドライバーというコンポーネントが表示されます。これが奈良坂さんが作ってくれているやつです。これを導入してください。リスト is empty となっていますので、プラスボタンを押します。これが1セット。ローカルのみというのをまずチェックします。詳しく説明しませんが、同期ずれとかを防ぐための、基本的なおまじないみたいなものだと思って私は理解しています。条件というふうに書いてあるところに設定した内容を満たすと、動かすパラメータのところで設定したパラメータを動かしていくという簡単なコンポーネントになります。まず条件側でプラスボタン、どういう条件でこのパラメータの変更を実行するのかというものですが、ヘアチェンジロングがブールでオン、これはオンだという意味になります。チェックが入っているのはオンです。もうこの設定だけでもし HC ロングというパラメータがオンならばという条件が設定できました。動かすパラメータの方、プラスを2回押してください。HC ショートをオフにする。HC フローをオフにする。はい。これで完成です。もし HC ロングがオンならば HC ショートはオフ、HC フローはオフという風な上書きをしてくださいという設定ができました。簡単ですね。プラスを押します。同じ条件がコピーされます。ここで今度はショートがオンならばという条件をつけます。もちろんここはロングに入れ替わりますね。HC ショート、ヘアチェンジショートというパラメータがオンならば、HC ロング並びに HC フローはオフにしなさいという上書きが発動します。プラスボタンを押しますね。もう皆さんお分かりです。HC フローがオンならば、ロングとショートはオフですよという。はい、これで HC ロングがオン、HC ショートがオン、HC フローがオンならばというそれぞれの上書き設定がここに組み込むことができました。簡単ですね。MA メニューアイテムで任意のパラメータ名を設定し、アバターパラメータドライバーのコンポーネントを導入して、それぞれのパラメータがオンになった場合、他をオフにするという、条件設定をするということです。プレイモードに入ってみましょう。はい、ヒエラルキーからジェスチャーマネージャーを持ってインスペクターでラジアルメニュー、エクスプレッションズからヘアチェンジに入ります。初期設定されているヘアフローブレードがオンの状態になっていて、ヘアショートはオフ、ヘアロングもオフです。条件を反転しているので、ロング、ショートはそれぞれ現在ゲームオブジェクトも無効化されている状態になっています。ここで今まではフローブレードをオフにしてショートをオンにしていましたが、今回はショートをオンにするだけでヘアショートがオンならばという条件を満たすことになるので、フローブレードとロングをオフにするというパラメータの上書きコマンドを実行することができています。それによってショートを押しただけでフローブレードは自動的にオフになります。ロングを押したらHC ロングというパラメータがオンならばという条件を満たすことになるので、HC ショート、HC フロー、それぞれのパラメータにオフという信号を送ることになりましたので、このメニューアイテムがそれぞれオフになりました。フローをオンにすると、HC フローがオンならばという条件を満たすことになるので、HC ロングと HC ショートという2つのパラメータにオフという設定を上書きをするので、メニュー項目もオフになります。それに応じてオブジェクトトグルが稼働しているということになりまして、これで、3つの髪型をワンクリックで自在に変更することができる状態が実現しました。
説明をしながらですから少し時間はかかりましたが、やっていた内容は極めてシンプルだったんじゃないかなということを振り返るとお分かりいただけると思います。ヘアチェンジという親のオブジェクトを作り、MA メニューアイテムを導入し、MA メニューインストーラーを導入し、アバターパラメータズドライバーを導入することで排他制御も行うという。そして個要素、その下のゲームオブジェクトにはそれぞれオンオフしたいゲームオブジェクトを1個ずつ設定をしていって、もし導入してメニューアイテムがオフならばヘアロングヘアメインをオフにするという条件設定を実現しました。この機能を利用することによって髪型だけではなくて衣装やアクセサリーのようなもの、その他のものも、私の場合ですとハンバーガーとかも実はこの同じ、モジュラーアバターメニューアイテムとモジュラーアバターオブジェクトトグルを利用して実は実現しています。ギミックメニューというゲームオブジェクトがここに実はあるんですけども、ここが実はこういう親子構造になっていまして、それぞれサブメニューで、下のメニューを呼び出して、このオンオフ、お花オンオフとかグルオンオフっていうのはそれぞれのギミックが持っているパラメータです。先ほどはパラメータを独自につけましたけども、ここではパラメータ名を指定、すでに存在しているパラメータを指定しているということになります。そして条件設定なんかもしています。これは涙メガネとぐるぐるメガネを排他制御するという条件設定ですね。っていうことも行っています。はい。この設定で、こんなにも簡単にですね、メニュー階層を Unity 上で、このヒエラルキー上でね、メニューの階層を確認しながら、オブジェクトのオンオフを切り替えることができるようになりました。詳しくはですね、このモジュラーアバターの説明ページのところの簡単なオンオフトグル設定とかのところですね、それから属トグル設定のところで、ブレンドシェイプの形状を変更しましょうなんていうものがあったりします。このあたりを確認していただけると皆さんがやりたいことをより詳しく説明してあるので、ぜひ参考に見てみてください。このマテリアルセッターなんかはオブジェクトトグルと同じようなリアクティブコンポーネントと呼ばれるもので、メニューアイテムがオンになったっていう条件を目指した時にマテリアルをこれに変更するっていうことができるものです。ですからこのマテリアルセッターを使うことによって、メニューアイテム髪型の変更だけじゃなくて髪型の色の変更、つまりマテリアルの変更なんかを行うことができたりします。またはシェイプチェンジャー、こちらはブレンドシェイプの値を、変更してあげるものです。この髪型を導入したときにこの衣装を導入したときには、上腕のブレンドシェイプを0にしたいとかっていうときにこのシェイプチェンジャーを項目につけてあげると、衣装のオンオフと同時にブレンドシェイプ値も変更してくれます。それからメッシュカッターですね。メッシュカッターもリアクティブコントロールですけども、これは、メッシュ自体を削除して途中でスパーンと切り取ってくれるというやつで、ブレンドシェイプを持っていないんだけども衣装からの貫通を回避したいなんて時に、メッシュ自体をカットしてくれるという機能があったりします。ですからこのマテリアルセッターやメッシュカッター、そしてオブジェクトトグルシェイプチェンジャーは今日説明した内容とほぼ同じノリで、ここに例えば MA マテリアルセッターとか MA、シェイプチェンジャーとかを入れてあげることでこのメニューがどうなったかという条件でこちらを発動するということができるようになりますから、同じようにね、衣装改変 VR チャット上での、オブジェクトの切り替えなどに、使えると思います。それでは VR チャットに戻って、この改変の結果を見ていきたいと思います。
はい、どうでしたでしょうか。解説ちょっといつもの通りまどろっこしかったかと思いますけども、モジュラーアバターのメニューアイテム、メニューインストーラー、そしてオブジェクトトグルをはじめとするリアクティブコンポーネント群についてのご説明、そして奈良坂さんのアバターパラメーターズドライバーの使い方含めてご説明をしました。これがロングのね、今つけてるロング、そしてショートヘア、そしてフローブレード、こんな感じでね、VR チャットの中で、紙を切り替えてお友達に見てもらうということができるようになっています。ちなみに私がいつも頭の上に乗っけているこのハンバーガー、このオンオフ切り替えもこのモジュラーアバターのオブジェクトトグルを使っています。で、同じようにここギミックチェンジというところでハンバーガーのオンオフや涙メガネのオンオフ、ぐるぐるメガネとの履いた切り替え、そしてお花のオンオフなんてことをやってます。これが、メニューアイテムで導入するとここに簡単にこうやってグループが追加できるようになるのでとても便利ですね。こんな感じで、切り替えをしておりますので、髪型の変更を覚えるだけでその他の例えば帽子をかぶる、アクセサリーをつける、リボンをつける、外す、衣装を着替える、そんなこと、いろんなもの、アイテムを出し入れする、そんなものも、オブジェクトトグルを使うことで実現できます。リアクティブコンポーネントの中にはマテリアルセッターやメッシュカッターといったその他メニューアイテムがオンになったら実行しなさいという他の状態変化に追従して一緒に作動してくれるコンポーネント群があります。実はこのフローブレードというのは、ラシュー社には対応してない髪型でして別なアバターの髪型を使っています。で、ラシュー社に合うように変形をすると頭がね出ちゃうんですよ。貫通しちゃうの。10円ハゲみたいなのが見えたりするんですけど、それを今まではアバターオプティマイザーのリムーブメッシュバイボックスというやつで頭のメッシュをカットすることによって貫通を対策してたんですけども、そうすると髪型を変更した時、こちらショートヘアとかにした時に切りすぎちゃってこの辺が見えちゃうんです。中身が頭蓋骨の中が見えちゃうみたいな感じになって、こりゃいけないとなりました。で、アバターオプティマイザーのリムーブメッシュバイボックスでカットしていたところをやめて、このショートヘアとロングヘア、デフォルトヘアの時にはちゃんと、この髪の隙間についても頭が残って見えるように自然な形で再現できるようにしました。で、この貫通しちゃう方についてはリアクティブコンポーネントのモジュラーアバターメッシュカッターを使うことによってこのメニューアイテムがオンの時だけメッシュをカットするよという機能が実行されて、このカットしてその頭蓋骨がはみ出さないようにうまくメッシュをカットしてくれるということを実現してます。今日はそこまで深く解説しませんでしたけども、このモジュラーアバターのリアクティブコンポーネント群面白いのでぜひ研究してみてください。今回ご説明したオブジェクトトグルとかメニューアイテムについて質問などありましたら、コメント欄に留めていただければできる範囲の中で調べて回答しますのでお気軽にコメントをお寄せください。あと皆さんが使ってるねメニューこんな風にして作ってるよとか、このコンポーネントこのツール使ってるよとかいうのがあれば教えていただけると参考になるので嬉しいです。以上インスタチャンネルコーヒーでした。ありがとうございました。